受けた時は、自分がなれるとは思ってなかったんですよね。それがあれれよあれよと、ファイナルまで行った時に初めて、これはもしかしたらなれるかもしれない。考えてたつもりだったんだけど、やっぱりどこかって言っても夢物語だよなっていうのがやっぱあったのが、すごく目の前の現実になった。人生を捧げても宇宙飛行士、職業宇宙飛行士としてやっていきたいんだって思いがものすごく高まる。で、結果としてそれで最後選ばれないっていうのは、やっぱりそこまでその気になっちゃった状態、そこで落ちると別に何の、例えば次回優先権みたいなのがあるわけでもなく、元いた自分のポジションにただ戻されるだけなんですよね。それってなかなか残酷で、フライトディレクターを目指す、訓練に入りました。それはそれでものすごいやりたいことだったし、やりがいもあったし、全力でやっているその横で、新しい宇宙飛行士3人が訓練を始めて、宇宙飛行士になっていく様っていうのを間近で見るわけですよね。ふと心の隙間に、あそこにいたのは自分かもしれないなみたいなのが、なかなか消えないんですよね。今回のゲストは内山隆さんです。宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの消えない記憶の著者です。この本は2008、2009年の宇宙飛行士選抜試験を筆者である内山さんの視点で語ります。やっぱり印象的なのは最終選抜と合否通知の瞬間ですね。あまり明かされない試験の内容や候補者のやり取りがノンフィクションっていうところもあり、また内山さんは JAXA の有人宇宙技術部門の研究員でもあり、ISS 補給機コウノトリのフライトディレクターも務めていました。この役割を通じて選抜を通過した大西、金井、有宇宙飛行士とのつながりから生まれる葛藤も描かれ、非常に心揺さぶられます。今回のエピソードではこういった心情面についてもお話しし、本音をお聞きしました。それでは早速どうぞ。2008年、2009年に、まず宇宙飛行士選抜試験、そこに、内山さん挑戦されて、で、前回2022年、2023年も宇宙飛行士選抜試験があって、その最近2回で合計5人の宇宙飛行士が選抜されてるんですけども、この15年間ぐらいを俯瞰してみて、その選ばれた5人の宇宙飛行士にはどういう共通点があると思いますか？5人の共通点ですか？はい。やっぱり毎回毎回どういう宇宙飛行士が選ばれるか、どういう人を取りたいのかって実はあると思っていて、それは2008年、9年であれば、当時まだ ISS における、日本のモジュールがまだ打ち上がる直前で、コウノトリもやられていない。そんな中で、宇宙ステーションに本格的に参入するっていうところにおいて、やっぱり ISS の船長を担える人材を取りたいっていうのが、ベースにあったんですよね。で、そこで選ばれた3人。で、今回はその14年ぐらい、14、5年の間を経て、ISS の船長も、もう日本人としては務められていて、かなりその主要国としての役割っていうのを果たしてきたと。かなり信頼性の高い、ある意味追いついてきたっていうんですかね、世界レベルに追いついてきたっていう中で、じゃあ今度どういう人がっていうと、一応ね、月っていうふうには言われてるんですけど、まず最初は、ISS に行くことになるんだろうなと思うんですけど、そこからさらにこれまでの宇宙飛行士の殻を破れるような、そういった新しい人材を取りたいっていう、多様性っていうような言い方してましたけど、なんでその2グループはまた全然違う、なんていうのかな、共通点の話じゃないですけど、違う特性があるのかなっていうふうには思います。それもあってやっぱ前回の2020年、2023年の選抜試験の枠はかなり広がっていて、理系卒業じゃなくてもいいだったりとかっていうのがあって、やっぱ目指す宇宙飛行士の像が変わってきていて、おっしゃったように、割とこれまで必要とされていたようなパイロットだったりとかっていうのじゃなくて、今回選ばれた世界銀行の諏訪さんだったりとか、外科医だった米田さんだったりするので、かなりもっと今後じゃあ、あれですかね、次の、宇宙飛行士選抜試験も、選ばれる人は、多様なスキルを持った人になるんですか？ですね、僕ね、ベースとなる素養っていうのは変わってないと思ってるんですよ。そこがぜひお聞きしたいですね。そこは変わってないと思っていて、やっぱりその宇宙飛行士として、
やる職務っていうのは、特にやっぱりリスクの高いミッションに、自分自身の身を危ない状況であることを受け入れて、で、ちゃんと業務を遂行する。それ確実に遂行できる人でないといけなくて、そのために必要な素養っていうのはもう変わらないと思うんですね。で、それにプラスアルファで、あとは、そういう方って、一定数おられると思うんですけど、それはまあいろんなバックボーンがある方でも、ね、お医者さんもそうだし、パイロットの方だってそうだし、で科学者、技術者の方だってそういう素養がある方いっぱいいると思うんですけど、その中で、今回はどういう宇宙飛行士っていうのを取りたいかみたいな宇宙飛行士像っていうのがこうおぼろげにあって、そういうところをより重点的にそのベースとなる部分プラスアルファで見るっていうようなことをやられてるんじゃないかなと思ってますね。なるほど。やっぱ中心になる部分は絶対必要っていう部分は必ずあって、必ずあって、そこはもうどの回であってもそこはクリアしてもらわないと取れない。だからそのクリアした人の中からじゃあどういう人を選びたいかっていうのは多分毎回で変わってくるんじゃないかなと思います。なるほど。まあそうなるともうファイナリストというか、最後の、前回も今回も10人まで行った人たちは、もうおそらく資質としては、共通の資質としては、おそらくみんな持ってらっしゃるようなイメージなんです。どうなんですかね。いや、ちょっとわかんないんですけどね。結局ちょっと残酷なのが、なんでダメだったかっていうのを教えてもらえないわけなんですよね。で、それが、その、最低限の素養をクリアしていて選ばれなかったのか、クリアしてなかったのかっていうのは分かんないですよね。そこは何とも言えない。なるほど。かなり残酷ですよね。内山さん自身は、多分、ものすごいいろいろ考えられると思うんですけど、個人的には、どういうところが、もしその、ラインを彼らが、選抜する側がラインを引いたとすると、すごく残酷な聞き方ですけど、その境目は何だったと思いますか、内山さん自身に関しては。ですね、まず、何人選ぶかっていうのが、選べる余力があるのかっていうんですかね。多分たくさん取っておいた方がいろいろロバストでいいんですけど、やっぱりその日本が取り得る切符の数っていうのが制限があってっていう中でちゃんと宇宙に行かせられるでかつ、足りなくならないギリギリのラインっていうのを求められるので、その人数でまず決まりますと。だから例えばそれをクリアしている人が5人いるのか10人いるのか分かんないですけど、そこからやっぱりトップ2をトップ3っていうのを選ぶわけですよね。だからそこのラインについては前回に関して特に何の不満もないというか、やっぱり一緒に受験してて、で彼らのパフォーマンス見てるので、うなずける結果だなっていうのはあるんですよね。でその上で自分自身がその最低ラインをクリアしてたのかどうかっていうのは、あんまりもはや問題じゃないというか、やっぱその時に、そういう人たちと一緒に同じ試験を受けて、同じ環境の中で審査員の方たちにたくさんの方たちに見られて、一人一人は多分主観で選ぶんでしょうけど、それがたくさんいることによって客観的な評価になっていく。で、多分スコアもつけられていると思うので、そこでラインが引かれた。ただそれだけという。なるほど。その前回あった、閉鎖環境での1週間の試験の、そこで10人、同じ、あれどれぐらいの広さなんですか？結構、もう、これぐらいの部屋、部屋で言うとこれぐらいかもしれないですけど、もっと広いですか？そうですね。この部屋2つ分ぐらいですかね。なるほど。2モジュールあるんで、で、そこに、机とかちょっといろいろ置いてある。それぐらいの。あとベッドか、カプセルホテルみたいなベッドがあって。そこで、ずっと、1週間、一緒に暮らしながら、選抜を行うと。で、この試験が、JAXA 特有だっていうことを最近知って、他の、宇宙機関、NASA だったり、カナダだったり、ESA だったり、他のあると思うんですけど、やってなくて、日本だけがこれをやってる。で、ここは、なんか、意図みたいなのがあるかご存知ですか？僕全くの試験なんですけど、あの試験をまず、試験が有効かどうかっていう観点で言うと、すごく有効なんだろうなと思うんですよね。例えばよく
面接試験とかって20分とか15分とか、いやもっと短いかもしれないですよね。それで何人かの人に面接してもらって、まあ、質問されて、で、まあ、例えばちょっと圧迫っぽいものをやるとか、で、反応を見るとかって、ただそれ程度で、その人のどこまで分かりますかっていう世界の中で、別に1週間閉じ込められた生活ってそんなに辛いことではないんですけど、その中で同じようななんか小さいミッションみたいなのをいくつもやるんですよね。だから少しこう一緒に1週間だけだけれども働いてるみたいな期間をこう垣間見れるっていうんですかね。チームでいろいろなミッションを行っている時のその人の全てのそのまあ、考え方であったり発言であったり、チームメイトとどういうふうに共同作業するかとか、そういうのを1週間見られるわけですよ。そうすると、その20分程度の面接の、もう、よりもものすごい、量の情報っていうんですかね、その人に関する情報っていうのを得られるので、まあ、人を選ぶ。で、さらにその人と一緒に、まあ、命を懸けたようなミッションっていうのを今後やっていくっていう上で、かなりいろいろな情報っていうのが得られて、まあ、それをその中から、まあ、優秀な方たちの中から選ぶっていうために必要な情報っていうのはかなり集まるっていうので、その一人一人の何か、例えばオペレーションスキルとか、そのロボットアームとか船外活動とかそういったところのスキルだけを見るんじゃなくて、やっぱり宇宙開発ってチームプレーなので、そのあたりの能力、総合能力みたいなところがどれぐらいある人なんだろう、一緒に働きやすい人なんだろうかみたいなところの要素っていうのがものすごく見えてくるっていう意味で有効なんじゃないかなと思います。なるほど。しかも、上に、まあ、宇宙飛行士、まあ、基本的に訓練の時間かなり長いと思うんですけど、まあ、打ち上げられた時も常に、まあ、監視状態にあるようなイメージがあって、まあ、そういう、まあ、実際に打ち上がった後も想定して、そういうストレス環境下、常に見られてるっていう環境下っていうのにも、ある意味、まあ、それのシミュレーションでもあるのかなっていうふうな感じはしますけど。まあ、そこは、まあ、入った時に思った、まあ、入ったものとしては、もう途中からあまり気にならないというか、もう受け入れざるを得ないっていうんですかね。で、それよりは、やっぱり数々のオフノミナルなシチュエーションっていうんですかね。計画にないことをわざと起こす。で、その時にその人がどういうような対応をするか、まあ、反応するか対応するか、応用力があるのか、ね、チームの人たちとどういうふうにそれを解決するためにアクションを起こすのか、みたいなところをとにかくたくさんのデータを取るっていうところはが大きかったんじゃないかなと思いますけどね。また選抜試験の話にちょっと戻って、内山さんの著書をちょっと読ませていただいて、で、最後の面接で、質問があって、それが、あなたが次のミッションに選ばれましたと。で、一緒に組みたい2人と、組みたくない2人。これを理由を添えて教えてください。なんですかね。一緒に10人で一緒にこう1週間過ごしていて、かなり仲良くなるというか、まあ人となりが分かってくるような中で、こういう質問するって結構、心をついてくるような質問だと思うんですけど、この質問に込められている意図とか、まあ内山さんがどういうふうに考えるか、どういうふうに答えたとかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？はい。まあ、それがどういうふうにその回答をね、取り扱ったのかっていうのはわからないので、もう、そうですよね。自分で解釈というか、まあ、こんなことだったのかなって思うとしたら、まあ、聞かれた当初は、もしかしたら決断能力みたいなところも問われてるのかなとは思ったんですよね。要は誰かを切って誰かを選ぶっていうことをする。で、さらにそこにはロジカルな理由をやっぱり添えて、その上で、この人と一緒に行きたいというか、まあ、あと2人選ぶのであればこの人ですっていうようなところっていうのは、まあ、例えば、いろんなミッションでもそうですし、普通の仕事でもそうですね。どの人をチームに入れたいか。まあ、もしくは、
面接に来た人を採用したいか、それとも採用しないかみたいなところも、まあ、選ばないといけないので、そういうところの目利きみたいなところも含めて、ちゃんとシビアな目で判断ができるかっていうところなのかなとは、聞かれた時には思ったんですよね。なるほで後から考えると、ど。はい。あの結局一緒に1週間生活していた人たちからの評価にもなると思うんですよ。で、これはもう本当に後から考えたことですけど、本当にね、多面評価をしてるんですよね。なかなかやっぱり、JAXA の幹部の人だけで決められるわけでもないし、その医学的な素養とか、あと精神心理系の素養とか、いろんなところを多面的に評価しないといけなくて、その総合人間力みたいなところを見てると思ってるんですけど、それもなかなかこう数値化できないような、能力っていっぱいあると思っていて、で、それを、客観性を持たせて評価しようと思ったら、とにかく評価者を増やすっていうの、有効な評価者を増やすっていうのが、客観性に近づく手だと思うんですよね。その時に一緒に1週間入ってたチームメイトみたいなもんですね。チームメイトからの評価っていうのもそこに含まれる。むしろ重要だったりする。もしかしたらそうかもしれないですね。それでみんなからこう評価されて、この人とされてたら、やっぱすごかったんだよな。見てても分かってたけど、仲間からもそう思われてたんだなっていう、証明になるっていうところも、あったのかなと思いましたね。そうですよね。やっぱり評価する側も、多分上からビデオかなんか監視したりっていうことがあると思うんです。実際に一緒にこう宇宙に行って働く人たちが感じるのは、その現場にいて一緒に働いた人たちっていうか、そこの訓練を受けた人たち。だから、そうですよね。やっぱ、そこ、普通に仕事してても多分一緒だと思うんですけど、別に一緒に仕事してて、傍から見てるよりは一緒に仕事して、この人のやり方が妥当だったり、この人の能力がすごかったりっていうところが、やっぱ、周りの人間からの評価というか、仕事一緒にやってる人の評価っていうのが、宇宙飛行士であったとしてもやっぱ重要なのかなっていう感じしますね。だからそれだけ、それも一つなんですけど、やっぱり評価の中で家族からの評価とか、あとはその職場での評価っていうのもやっぱり取り入れてたので、その方がやっぱりね、試験機会よりもよっぽど長く一緒にいる人たちじゃないですか。その人たちが心の底から宇宙飛行士になって全然この人にいけると、ぜひっていうようなことになってるのかどうかって、ね、押してくれるのかどうかって結構重要だと思うんですよね。ですね。ちょっと未来の話をじゃあ、コロコロ変わりますけど、2000年の時の宇宙飛行士で、2020年代の宇宙飛行士で、2040年代の、宇宙飛行士の、像というか、働く、その人たちがなす役割っていうのが、かなり異なってくる。というか、社会が変わるがゆえに、宇宙飛行士っていうものの捉え方も変わるような気はしていて、で、2000年代だとやっぱ、まさに内山さんが、挑戦されたタイミングですし、で、最近の、宇宙飛行士選抜試験2020年代ですけど、ここから2040年代、今から15年後になった時に、どうなってるのかなというか、宇宙飛行士ってどういう立ち位置なのかなっていうのが気になってて、個人的には、宇宙飛行士が、最も、物理領域においてフロンティアを、開拓していくみたいなイメージは変わらないんですけど、その周りに宇宙旅行者というか、宇宙滞在する人たちも増えてきていて、その人たちも関わりも面白くなってくるかなっていうのは思ってるんですけど、内山さんはどういうふうに、今後15年後、もしくはその先を見られますか？そうですね。宇宙飛行士の役割と、あとは行き先と、で、あとは人数ですね。どういう目的で行くか、今の、国や機関の宇宙飛行士だけじゃなくて、プライベート宇宙飛行士みたいな人たちも出てくる。で、あと旅行者も出てくるみたいな。そういうのによって、
まあ、宇宙飛行士の多様性っていうのかな、多種多様な人たちが誰でも宇宙に行けるようになるっていうのをこう徐々に歩んでいくのかなとは思いますね。で、行き先が地球低軌道なのか、あとは月なのかみたいなところでもやっぱり変わってくる部分はあるかもしれないなと思うんですけれども、宇宙飛行士っていうのを人類を代表してフロンティアを開拓していく何かしらこう使命を持ってただ遊びに行くんじゃなくて、遊びに行くことがもう主目的ではなくて、その使命を受けていくっていう宇宙飛行士として捉えると、あんまり変わらないのかなとは思ってますけどね。なるほど。今の宇宙飛行士たちと同じように、その何かしらの使命を持って開拓していくっていうところは、2040年も今も、基本的な部分はやっぱ変わらない。月火星、そうですよね。月よりもさらに火星ってなると、本当に初期の黎明期の、軍人が主に行ってるっていうような状態に少し戻るみたいな要素はあるだろう。そうですね。そっか。また開拓する部分がより厳しい環境になればなるほど、今から見て昔の人材が欲しくなる。まさにパイロットとか、が欲しくなってくるって感じですかね。そうですね。今年の3月に、大西宇宙飛行士が、クルー10ですかね。で、打ち上げられて、ここから半年間ですかね。だいたい約半年間、ISS に滞在されると。で、一緒に選抜試験を受けられた中ですけれども、今まで、ISS の、なんですかね、日本人の果たす役割として、宇宙飛行士が果たす役割って結構いろいろあると思うんですけど、その中でもISS の船長というかコマンダーと呼ばれる立ち位置。これは、若田宇宙飛行士がおそらく日本人として初めになられたと思うんですけど、これはどういう立ち位置になって、何ができて、で、あれですね、割と結構権限があったりするもんなんですかね。若田さんを最初として、星出飛行士で、大西飛行士と。なるほど。3人目になるんですけど、もちろん、当人の、素養が一定レベルにあるというか、認められて、彼であれば、船長ができるねっていうのを、NASA とか主要な機関の人たちも認めるっていうのは前提としてあるんですけれども、やっぱり日本人が、ISS のコマンダーっていうのを、ただ1回だけとかではなくて、ある割合で、出てきてる。もう3人目ですからね。っていう状況っていうのは、やっぱりこれまで、非常に信頼性の高い、そして、宇宙飛行士としても、数々の実績っていうのを積み上げてきた結果だと思うんですよね。で、彼らも、本人たちもそういうふうに言ってますけど、やっぱり日本としてのソフトパワーっていうのが、で、かつそれが宇宙分野でしっかりとした実績を積み上げられてきたっていうことのまさに証で、それが、いろいろと多分タイミングとかもあるんですけど、一定ペースで日本人にその役割っていうのを任せようというふうに、アメリカをはじめ他国からも思われているっていう状態にまで我々来たんだ。上り詰めてきた。そこがやっぱり一番大きな点じゃないかなと思いますね。なるほど。ISS の、そのコマンダーっていうのはやっぱ、そうすると、他の国からも認められていて、この人であれば、船長ですからね。なんて言っても、船長ですから、最終決定権限みたいなところがあるのかなっていうふうに思ってるんですけど。権限はですね、どうなんだろうな。そんなにないですよね。多分。役割っていう感じの方が強い気はしていて、宇宙開発どれもそうなんですけど、ある一人が何かを決断して動くっていうよりは、もうちょっとやっぱり大きな組織として決断をしていくっていうことはやっぱ大いにしてあるかなと。ただリアルタイム性の高いところで、
即座に判断しないといけないみたいなところはあるんですよ。それは役割として、ここで今、A に行ってもリスクあります。B に行ってもリスクあります。我々今どう動きますかみたいな時にやっぱり即座にこうチームを動かしてっていう、特にイマージェンシーの時の対応なんかは、もちろんそういうフノミナルの手順書とかプロセスとかそういうのを訓練して、さらにこういう時にはこういう判断をしていくっていうようなことをしっかりと把握した上で、まあそれでも実際に起きた時にその諸条件を加味して判断する、そういったようなものは船長が行うみたいなところはあるとは思うんですけど、何かこれから新しいことをやるとか、そういうような計画を何か遂行する権限があるというわけではないんですよね。なるほど。ソフトパワーの話が先出てきてましたけど、これ結構今後の、日本が活躍していく宇宙開発でも重要なキーワードな気がしていて、多分後でもうちょっとお話ししたいんですけど、ルーナーゲートウェイとか、月の周りを回って、持続的に月に開発できるような、宇宙船を置くと思うんですけど、そこにもこう日本の宇宙機だったりっていうのが、補給機ですけれど、が使われたり。で、あと、月面に行く宇宙飛行士の一人として、今二人ですかね、が、日本人から選定される。ここもやっぱ今までの日本の、宇宙有人開発の積み上げが効いてきてるんですかね。と思いますね。はい。そこはやっぱり日本としても獲得したいっていうのもあるし、じゃあその代わりに何を、例えばじゃあ、ルナークルーザーですよね。要は月面ローバー。それを日本としては開発するのでっていうところとのバーターっていう関係にあるんですけど、それを日本だったらちゃんと作れるだろう。これまでの実績を踏まえればっていうところも加味されないと、当然それを計画に組み込んでもらえないわけですよね。それはやっぱり今まで積み上げてきて、非常に信頼性の高いものを我々が、ミッションとして行ってきて、で、実績もそれに伴っていて、で、さらにチャレンジングなものっていうのを日本に任されて、で、その対価として、月面2人の宇宙飛行士の権利を獲得したっていうような流れだと思います。なるほど。その、ルナゲートウェイの開発もちょっと、ちょっとというか、携わられているっていうことでいいですかね。そうですね。今、私は補給機の方の、を長くやってるんですけども、この HTBX の技術を使って、またゲートにも物資補給をするっていう、必ず拠点があれば、やっぱ補給っていうのは定期的に行わないといけないので、で、その一翼を日本として担っているっていうのがISS であって、それはゲートウェイでも同じように日本に任せるというふうに言ってもらっているというような状況で、そちらもまだプロジェクト化はしてないんですけど、計画段階として、いろいろと概念検討って言ってるんですけど、検討しているという状況です。今まで、ISS の方で、補給機を、日本としては、コウノトリ HTB が、合計9回、活躍して、すべて成功というところで、その中で、得られたもので大きいと思うんですけど、その HTB の、多分、というか、HTB の開発も携わられていて、そうですね。はい。で、フライトディレクターという役割も果たされていて、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、まず1回目の成功っていうんですかね。多分、コウノトリって名前がつく前の HTB の成功。これは、何ですかね。宇宙開発の現状からして1回目の成功ってかなり、衝撃的だと思うんですけど、これが成し遂げられた、それまでの、その原因というか、どうやってこれを成し遂げたと思いますか？そうですね。私が入社して入った時には、PDR の、デルタ PDR の、PDR と CDR の間だったんですよね。大体もう、こういうような仕様でっていうのは固まりつつあって、じゃあそれを実際にものづくりしていくっていうようなところ、最終的な仕様を固めて、
で、OK をもらって、それをじゃあ作っていくっていうような段階だったんですよね。でも、そうですよね。まあ、NASA が2004年にシャトルの退役を発表されてから、まあ、西側諸国でそういう輸送機っていうのを今度はどこに担ってもらうかというので、まあ、当時、設計の途中にあった、まあ、HTB、これにすごくフォーカスされたんですよ。でそれ以降 NASA がとにかくこの HTB を、まあ、日本と共に一緒に成功させるぞっていうふうに本腰を入れて、今までは結構しょっぱかったです。塩対応だったのが、急にものすごい大勢の大軍 NASA が、HTB の設計審査に入ってきたっていうような状況が起きたんですよね。その2004年っていうのは結構転機だったなと思っていて、もちろん我々もその経験ない中で、ね、これまでやってきた技術っていうのを積み上げていったっていうのはあるんですけど、やっぱりその有人拠点、有人要求っていうのを満足できるような宇宙船っていうのを作るっていう観点では、かなり NASA に教えてもらった部分っていうのは大きかったなと。そこが、やっぱり彼らの経験っていうのをしっかりと我々にも教えてもらった上で、やっぱりこういうことしていかないといけないんだなっていうふうに学んだ点っていうのがすごく多くて、具体例で言うと、運用訓練なんかもそうなんですよね。ものとしては作っているんだけど、やっぱりいろいろ起きる。軌道上に行くと、まあいろいろ起きる。まあ起きました。実際にも起きました。だけど、もう一度打ち上げたものっていうのは、もうその場でできることで何とか対処しないといけないですよね。で、そのために必要な、オフノミナル手順みたいなものをひたすら、100回以上シミュレーション訓練っていうのを行って、もう1回の訓練10時間ぐらいあるんですけど、はい、NASA とも太平洋海戦つないで、はい、シミュレーターの中で ISS と HTB が飛んでいて、でその中で本当に物が壊れたりみたいなのが全てデータに出てきて、まあ、本当に運用しているかのようなシミュレーションっていうのを構築して、それをもう繰り返しやる。やればやるほどいろんな不具合が出てくる。で、その不具合に対してもう瞬時に対応して、ミッションを継続させる。ミッションを成功させるために判断をしてやっていくっていう。で、かつ、宇宙ステーションに対しては安全を守る。安全がまあ、ファーストプライオリティで、ミッションサクセスはその次なんですけど。っていうのを徹底的に訓練したんですよね。で、そういうところでいろいろなことも見つけられたし、バグ出しみたいなのもできたし、だからその辺の一連の、まあ、やってきたことすべてっていうのが、まあ、成功につながったんだろうなと。で、最後はそれをやりきったことによって、まあ、運をつかめたっていうところもあったかな、なるほど。オフノミナルというか、まあ、何か故障したりっていうところのシミュレーションをすごくたくさんやられたっていうことなんですけど、実際に打ち上がった時に、まあ、もしかしたらそこでもオフノミナルというか、なんか発生した、まあもしくは発生しているとは思うんですけど、それは予期したものだったのか、それとも予期したものに近かったから、というかまあ、オフノミナルで訓練したものに近かったので対処できたみたいなとこは、やっぱあったりするんですかね。ですね、我々よく言ってるのは、はい、まあ、こうしたらこうしようみたいな事前に準備されたことって起きないんですよ。起きなくて、で、そこ考えてなかったみたいなところが起きる。で、まあ、ジンクスみたいな感じなんですけど、そういうことが本当に多々あって、こういうこと起きるかもしれないなと思って準備したことは起きない。で、ちょっと抜けてたというか、そこ壊れるみたいなところで不具合ってみたいなことがすごくあったんです。だから我々は、意地悪ってことですね。いや、そうなんですよ。ただ、そのに対する対処っていうのは、やっぱり別の、その準備してたものの組み合わせだったりするので、それはものすごい生きる。そのために準備してきたことはものすごい生きるし、我々準備する側としては、準備しておけば起きないっていう、まあおまじない的なところもあって、とにかくじゃあ準備しまくろうと。あらゆることが起きても、ここまでは全部対処できるなっていうところを全て揃えるというつもりで準備はしてました、ね。実際に1号機が成功した時の感情ってどういう感情でした？いやー、そうっすね。やっぱね、打ち上げの前ってすごい怖いんですよね。
その自分が設計に関わってたもので、こうすればこういうふうに動くであろう、もしくはその万が一動かなかったとしたらこの手順やろうって言ってても結局限界があるわけですよ。壊れたところが重なっていけばミッションフェールにまで至るかもしれないっていうところがやっぱりいろんなところにあるわけですよね。ロケットの打ち上げから宇宙ステーションに着くまでで、着いてからも荷物を下ろしてっていうようなミッションがこうつながっていくので、どこで何が達成できなくなるかみたいなことが毎回毎回全部初めてのチャレンジなんですよね。なのでもう終わった時はやっぱもうほっとした以外はあんまなかったですよね。多分みんなチームの皆さんみんなそうだったと思いますけど。運用自体はもう数ヶ月にわたって運用されますよね、打ち上げてから。大体ミッション期間2、3ヶ月ですね。2、3ヶ月。その間、もう神経が張り巡らされて、そうですね。どんな情報も逃さないと。シフトも、手分けしてますけど、朝昼晩、もういろいろなタイミングで回ってくるシフトっていうのをこうつないでいって、やっぱ24時間ずっといることはできないので、そこでしっかりとそのいない時に起きたことっていうのもちゃんと引き継ぎながら、要注意事項っていうのはやっぱ引き継がれていくので、大きな不具合が起きた時にはやっぱり次何が起きたらどうするっていうさらに一歩先を考える、より深めて考えるんですよねっていうようなことを運用の最中にやりながら、なんでもうあんまね気の休まる瞬間っていうのはあんまりなかったですよね。運用の最中もだからノミナルの方向も考えつつ、もしこれが起きたらっていうのも想定しつつ動く。そうですね。What if ってよく言うんですけど、特に何か起きたらこれってこう全部準備はしていくんですけど、例えば1個なんか壊れちゃったとすると、じゃあさらに次壊れたらっていうところを考えないといけない。だから常にね、Next Worst Failure みたいなところを念頭に置きながら、ワーストフェイラーであればあるほど判断を早くしないといけないので、準備してチームに周知して答えをしようと。もしそれが事前に準備できてないのであれば作るっていうことをやってますね。なるほど。それが初号機で、2号機、3号機と全部成功されてますけれども、どこの辺あたりから、割とこう、自信が持てるようになってきたというか、なんていうんですかね。100% の自信ってことは多分ないとは思うんですけど、1回目の成功と、1回目成功したからっていう実績があるものと、全く今までやってなかったっていうところではかなり違いがあると思うんですけど、どのあたりから、この手順でやっていけば、いけるだろうっていう自信が出てくるようになりましたか？いつもやっぱ怖いですけどね。怖いですけど、やっぱり一度軌道上で、実際のミッションで動いてデータを見たものっていうのは、そこのシミュレーションとの違い、実際ってこんな感じで動くんだみたいなところが、やっぱり一個サンプルとして正解例というか、こういうふうに動くのねっていうのが分かる。で分かったものっていうのはやっぱりだいぶ安心感が変わるし、なんかちょっとでもおかしなデータが出た時に気づけるようにはなるんですよね。なんかこれ前見たやつ違うよねっていう風なところも働いてくるので、とかあとはちょっと変なように見えるんだけど、これ大丈夫だった。これは大丈夫なデータだみたいなところもやっぱ蓄積されていくじゃないですか。バチッと全部綺麗な数字が出るわけじゃないので、軌道上に行くと。っていうところがやっぱりその積み上げられると安心感にはつながりますね。あんまりビビらなくなるというか、それはまだ正常範囲内だよっていうのをこうスッと判断できる。シミュレーターの結果とのズレも出てくるし、軌道上に上がって、僕もちょっとその中期の開発をやってて、これ見たことないんだけどというか、こういう風に挙動を起こすって想像してなかったんだけどみたいなのがやっぱあって、それを知っておく感覚というか、経験しておくと、こういう風に軌道上では動くんだなっていうのが分かってきて、かなり、安心というか、やっぱそこの知見が溜まっていくのは、実際の運用においてすごい大きいもんだなっていう風に感じてますね。そうですよね。やっぱ、
あれなんかちょっと変なのか、いや正しい正常範囲なのかわかんないよなみたいな時って、やっぱ最初の時ってもう常にビクビクしてるんそうですね。ですよね。なんかちょっとフェノミナルなデータが出てきたら、これ本当に大丈夫かなっていう。それが衛星喪失というか、まあ宇宙機喪失に一瞬で繋がるかもしれないっていうような緊張感がすごいあって、うん。まあ、そこが、なんですかね、まあ、経験というか、まあ、知見が溜まっていくと。ね、なんか例えば電波障害とかもあって、その地球の周回なんで、はい、地上からの電波の障害を受けたりするんですよ。でそれもそんなの想像してなかったんですよね。携帯の基地局がこうどんどん増えていってる時代じゃないですか。はい、だから1号機目、2号機目、3号機目ではこんなに携帯基地局が増えたのかみたいなデータが揃うみたいなね。なるほど。そんなのもあって、だから電波干渉はするんだけど、これは地上なんだな。やっぱデータを取っておくと、必ず都市部の上だったりするんですよ。これは宇宙からじゃないんだっていうのが分かったりとか、まあ、そんなんが多分いろんな、まあ今のは一つの例ですけど、いろんなことが宇宙天気的なところも含めて、いろんなデータがあって、これは正常範囲ですね。機器の故障ではないっていうことがこうスパッと分かる。それが養われていく。なるほど。安心感が。やっぱり、やっぱ5号機ですかね。有意宇宙飛行士が、HTB コウノトリをカナダアームを使ってキャッチする。まあ、それに、そこでフライトディレクター、そうですね。そこでもずっとフライトディレクターやられてたので、ゆいさんにこう、物を送り届けるような、印象的な回だとは僕は思うんですけど、やっぱ、その時特別にこう思い入れがあったとかってなんかありますか？これもね、タイミング巡り合わせなんですけど、なかなかそのコウノトリを打ち上げた時の ISS で待ち受ける宇宙飛行士が日本人がいて、でさらにそのキャプチャーをやるっていう機会がそれまでなかったんですよ。ああ、一回もなかった。一回もなかったんですよ。で、初めて日本人がいたのが3号機かな。星出さんがいたんですけど、キャプチャーは別の飛行士の方が担当して、それをサポートする役として星出さんが入ってた。だから実際にアームでキャプチャーしたのはゆいさん。で、これもなんかやっぱりゆいさん持ってるなみたいなところもあるし、しかもその時って米国の宇宙機、あとソユーズも含めてか、次々に失敗していて、ISS がこう未曾有の物資不足状態になってたんですよね。なるほど。これ失敗すると、もう次の HT5 号機が失敗すると、結構重要な問題になると。石鹸もなくなるとか、食べ物とか、そういうのも不足して、切り詰めないといけないとか、そんぐらいのレベルになりつつあって、っていう時に、もうこれ絶対失敗できない。まあ、毎回そうなんですけど、でも、特に失敗できない時に、まあ、コウノトリがちょうどいいタイミングでちゃんと届けられるし、それを待ち受けてキャプチャーする飛行士が、まあ、一緒にね、受験してた有飛行士っていうのは、すごい巡り合わせだしたなとは思いますね。ロボットアームを使って、その補給機をつかむっていうのは、難しい。まあ難しいですかっていうか、最近リモートで何ですかね、こう、ロボット、地上でロボットをこうなんかコントロールするみたいな VR ゴーグルをつけてみたいなのはあると思うんですけど、それとなんかやっぱ全然違ったりするものなんですかね。私もシミュレーターでやったことありますけど、シミュレーター自体はわざとね難しくしていて、2体全くくっついてない状態で飛んでるんで、結構動くわけですよ。相対的に。で、それを、まあ、スペックの範囲を多分逸脱してんじゃないかな。結構激しいモードで、まあ、逃げるわけです。逃げるような。逃げていくやつをこう捕まえに行ってっていう。それが、遅いと、もう、アームの限界値まで行ってしまって掴めなくなりますみたいなやつを訓練してるんですよね。で、実際はもう結構ピタッと、特にコウノトリなんかは非常に精度がいいので、ピタッといくので、多分すごく優しいと思う。キャプチャー自体。訓練の方が難しいっていう。訓練の方が難しすぎるぐらい、全然違うゲームぐらいの
感覚になるんじゃないかなとああ、思いますね。面白いただまあそれって一発勝負で、な。はい。もし失敗すると大変なことになるわけですよね。その力を与えちゃって、うん。で、制御止めてる状態なので、それがまた動き出してみたいな、すごく危険な状態になるので、絶対にいくら簡単だとはいえ、失敗できない、うん。一発で決めないといけないっていうところがあるので、ゆいさんはその時例えてたのは、ゴルフのメジャーで優勝する最後の1メートルのパットと同じですっていうような言い方をしてましたよね。簡単なんだけど、そういったその絶対失敗できない、外せない緊張感の中でそれを何事もなくできるっていう、そこの能力っていうのが高いのかなと思いました。ゆいさんはね、すっごい上手でしたね。びっくりする。やっぱ毎回毎回、いや、あると思いますよ。皆さん宇宙飛行士、いろいろな能力、レーティングされてるんですけど、直接レーティングは知らないですけど、多分上手だったですね。前動き、我々はもう、制御を停止して、あとはよろしくってバトンを渡すわけなんですけど、だからもうちゃんと見てるわけですよ。しっかり掴んでくれたらもう安心なんですけど、その掴むところで何か起きたらまたその退避したボートみたいな、また我々の出番になるので、すごい固唾を飲んで見守ってるわけですけど、その時の映像が見えるわけですよね。ロボットアームから宇宙飛行士が見ながら、やってる映像そのものも下にダウンリンクされるので、見てるんですけど、もうスーッといってスーッと掴んで、早かったですし、スムーズだし、迷いがないっていうんですかね。そこはなんかすごかったなと思いました。みんな地上側で、これすごい速いし、うまいねっていうのが、みんな思ってたんで、それまでの人たちが下手だったってわけじゃないんですけど、なんかとびきりうまかったなと思いました。ゆいさんが見てるのは、こう、何個かのカメラがこう、あって、まあ、ロボットのアームにもなんか多分、アームの先端にもカメラがあって、にもカメラあります。それをなんか頭の中で統合しながら、いろんな角度の情報を統合しながら、なんかジョイントスティックかみたいななんかでコントロールするんですかね。そこがやっぱ難しいですかね。スティックみたいなのが両方あって。2個あるんですね。2個ありますね。で、6軸動かせるので、飛行機とかの操縦と多分近いところもあるんだろうなと思うんですけど、それを正しく。で、ターゲットとそのガイドがあるんで、それに合うように、狙っていくんですけど。なるほど。多分飛行機、戦闘機とかそういうのの操縦に比べたら、すごくたやすいんじゃないですかね。多分彼らにしたら。イーさんがもともとパイロットでそういう能力があったってことですかね。あとは超ゲーマーなんで。そうなんですね。コントロールについては上手なんだと思いますよ。すごいゲームされるんですね。ゲーム好きみたいですね。一緒にされたことあります？いや僕はあんまりゲームやらないんですよね。だから。なるほど。そこの、ゆうさんのゲーム能力ちょっとしてみたいですね。ゲーム YouTuber やりたいって言ってました、本当ですか？顔出しはまずいから隠してできないかなみたいな話は冗談でしてましたけど、いやバレるんじゃないですかね。声でバレるかもしれないですね。ローバー、てか操縦の話で、前回の宇宙飛行士選抜試験でもというか、その中で多分、ローバー、月面ローバーを模擬したものがあって、でそれを宇宙飛行士選抜試験に、最後の10人の人たちですかね。その人たちが、同じようにというか、ローバーについてるカメラだけ、あとセンサーデータですかね。を使って操縦するみたいなところがあって、やっぱそれも、限られた視野から、あとなんか、人間の直感的にわからない距離データとか、加速度データとかを見ながら操縦するっていうのは、それもやっぱパイロットに近いところがあったりするんですかね。近い要素はあるかもしれないですよね。その五感も含めて得られる情報の中で正しく操縦するっていう。ただあれはどうなのかな。そもそもそういう走行ができるような簡単なそのローバーの設計っていうところからやってたんですよね。それで、ああだこうだ、多分ね、存分にデータが取れない中で、そういう旗取りゲームみたいな、やつをどう効果的に
行き詰まらずにできるかみたいなところをこう考えた結果として、あとその後に操縦パートっていうのがあって分かれていて、で、それをなんかチームの中でやっていくってことなので、それだけでオペレーションスキルどこではないのかなと思いますけどね。これをもう一つのミッションと見立てて、それをじゃあどうみんなで協力して達成させられたか。はい。今ちょっとお話聞いてて気になったんですけど、前回のこの宇宙飛行士選抜試験2022年、2023年は、内山さんは挑戦はされたんですか？いや、受けてないですね。受けてない。そこはやっぱ何か思うところがあったんですか？2021年に、はい秋かなに当時若田理事が、はい。と、文科省の方が発表したんですよね。来年、宇宙飛行士選抜試験13年ぶりやりますみたいな。でその時がちょうど僕が本を書いて、後書きを書いた2日後だったんです。で、本を書いて後書きを書いた時の私の気持ちとしては、やっぱもうこれだけ時間が経って、まあ、その分年も取るわけですよね。僕が受けた時って、まあ、ベストの年齢だったなと思ってて、で、そこからね、13年、4年経ってしまった状態で、自分がまあ、その JAXA の中でいろいろとその将来の計画とかも考える立場にいる中で、もうね、まあ、あとは、大西講師は同い年だし、金井さんので1個下だし、っていう世代の中で、もう全然新しい人取るべきだよなと思ってたんで、まあ自分が出る幕じゃないなっていうのもあったし、もう心の中でのその、モヤモヤみたいなやつを消化した、その本の後書きを書いた直後だったし、まあまあまあ、ちょっとはぐらついたけど、まあ受けようとはもう思わなかったんですよね。そうだったんですね。そはのい、前回のというか、まあ、受けられた時の最終ファイナリストまで行って、で、まあ、その思いを著書にされたと思うんですけど、本当に目の前まで、宇宙飛行士になるっていう夢が目の前まで来て、まあ、ある種、まあ、そこに手をかすめるぐらいまで行って、で、叶わなかった。この感情は、すごい、僕は全然想像できないぐらいのものだと思うんですけど、それを、それはどういうふうな感情でしたかっていうのと、あと、そこを区切りをつけたというか、本を書いて、もう区切りをつけられたっていうので、そこを乗り越えたところの話をしていただいてもいいですか？それはね、もう長くなりますけどね。ぜひ。どこまで話す。まあ、やっぱりその、まあ、本に書いたんですけど、まあ、本に書くことですごく客観的にもう一度自分を見つめ直したっていう点もあったなと思ってるんですけど、やっぱり最初、その、受けた時は、まあ自分がなれるとは思ってなかったんですよね。それがあれよあれよと、まあファイナルまで行った時に、初めて、これはもしかしたらなれるかもしれない。で、改めて、ことの重大性というか、自分の人生が変わるかもしれないっていうのを、いや、考えてたつもりだったんだけど、やっぱりどこかって言っても夢物語だよなっていうのがやっぱあったのが、すごく目の前の現実になったっていうのが、そのファイナルに選ばれた以降だったんですよね。で、そっから2ヶ月ぐらいですかね。その試験準備試験と受けていく中で、やっぱりその自分自身やっぱりなりたいんだ。で、自分のその人生を捧げても宇宙飛行士、職業宇宙飛行士としてやっていきたいんだって思いがものすごく高まるわけですよ。はい。試験の間にね。で、まあ当然全力で頑張ると。で、結果としてそれで最後選ばれないっていうのは、やっぱりそこまでその気になっちゃった状態ですよね。さっき言ったそのまあ指先までこう、届きかけたところから、まあそこで落ちると別に何の、例えば次回優先権みたいなのがあるわけでもなく、そうですね、シード権があるわけでもない何かがもらえるわけでもなく、まあ、記念品はもらいましたけど、もらえるわけでもなく、何も残らない。もう元いた自分のポジションにただ戻されるだけなんですよね。それってなかなか残酷で、それを、まあ、受け入れるというか、それを消化するのには結構時間かかったなと思っていて、で、自分自身は、元のね、職場、まあ、フライトディレクターを目指す、訓練に入りました。それはそれでものすごいやりたいことだったし、やりがいもあったし、
そこはもう全力でやっている。その横で、新しい宇宙飛行士3人が訓練を始めて、宇宙飛行士になっていく様っていうのを間近で見るわけですよね。でそうすると、もちろん彼らを応援するし、一緒にヒューストンで遊びに行ったりとかしてましたけど、それはそれでちょっと思うことがあるわけで、もしかしたらそこにいたかもしれないっていう思いがゼロではなかったわけですよね。逆に近くで仕事するからこそ見てしまうっていうのがあるわけですよ。ただ自分自身良かったのはやっぱりコウノトリがあって、でコウノトリ開発してきてそれを運用して、その約1年後に初号機を迎えるわけですけど、その一員としてミッションを完成して先に宇宙ステーションに行ってるわけですよ。自分じゃないですけど、そのコウノトリが。で、ミッションを達成してっていう成果を出せたっていうところがものすごく支えにはなったなと思っていて、ものすごく宇宙飛行士になっていく3人の様っていうのもすごくポジティブに見れたし、逆に刺激を受けて自分も頑張ろうと思えたし、そういう意味では全然ネガティブになることはなかったんですけど、ふと心の隙間にあそこにいたのは自分かもしれないなみたいなのがなかなか消えないんですよね。そこがやっぱり少しモヤモヤで、じゃあもし3年後にあったらどうしよう、5年後にあったらどうしようみたいな、またチャレンジしたいなっていうのは当時は思ってたわけですよね。でそれがそのまま何のいつやるっていうのもなく10年を過ぎると、さすがにね、自分も老いていくっていうのもあるし、もちろん仕事もすごいやりがいがあるので、そこに打ち込んでいて、本人も書いたように、新たにやっぱり自分のやりたかったことっていうのはこういうことだなと。それは別に宇宙飛行士にならなくても達成できることだなっていうふうに思い直して、取り組んでたわけですよね。で、そこに来てまた次の、長かったですけど、10年以上かかって整理できた。なぁと思った時に次が来るっていうね。このタイミングね。また、なんて心をくすぐるんだろう。そうですよね。無情ですね。でしたけど、その時はもう自分は宇宙飛行士じゃないなっていうのも半ばあったし、で、逆にそうじゃないところで活躍できてるっていうところもあったんで、それが乗り越えたっていうのかな。ですかね。そういう思いは、宇宙飛行士の3人にはお話しされたことはありますか？いや、ない。ないですか？ないし、ファイナルのメンバーにも話したことないし、あんまりそこ深くまで誰にも話せずにいたぐらいの感じで、それを本に書いたっていうのが初めてで、その本はちょっと読んでもらったりしてるんで、そこで初めてじゃないですかね。ただそれをまた例えば同じ境遇のファイナリストの人たちと面と向かって話すってこともあんまりしてないですね。なるほど。やっぱね、それぞれ多分思いが違って微妙に違ってそれぞれがやっぱり消化してきてるんだと思うので、そこにいいも悪いも正解も不正解もなくて、それぞれがやっぱりそれぞれのを糧にして新しい人生を歩んでるわけなので、そこはタッチするところじゃないなっていうような感覚で多分お互いあんまり話さないのかなと思いますけどね。内山さんがそこの何ですかね、失敗っていうのを強調するわけじゃないですけど、挑戦したことで得られたものって何ですか？それはね、ものすごい大きいなと思ってて、まず同じね、志を持ってる仲間とたくさん出会えたっていうのが、ものすごく大きな財産だと思うんですよね。いろんな分野の方いて、今でもやっぱ交流があるんですよ。そういう人たちとやっぱ出会えた。で、そういう人たちってやっぱ同じ宇宙飛行士になりたいっていう、世間一般的に言うと若干クレイジーな人たちがいるわけです。なんでわざわざそんな危ないところ行くのみたいな、いう人たちもいるじゃないですか。そっちの方がもしかしたら正常かもしれないと思いますけど、でそういう気持ちを持った、ちょっと冒険家チックで、やっぱ好奇心旺盛で、やっぱ行ったとこないとこには行きたいよね、みたいな感じの人と話すと、やっぱ話は合うので、すごく楽しいですよね。そういう仲間を得たっていうのはまず一つと、やっぱりこの経験っていうのを、いろいろと活かして、
活動ができてきてるっていう今の状態っていうのも、やっぱ副産物ですけど、やっぱり受けて挑戦してよかったな。そうしてなかったらこういう世界で見れなかったなって思うことたくさんあるんで、それもすごく経験としてよかったなと思います。これからまた、5年おきに宇宙飛行士選抜試験が、行われて、そこに応募する人、前回は多分4000人ぐらい応募して、4000超えましたね。で、選ばれたのが2人だけなので、むしろ選ばれなかったのが4000人いる。書類選考で選ばれなかったみたいな結構軽いところもあるとは思うんですけど、それでもやろうと、宇宙飛行士になろうと思って、でも最終的になれなかった人の方が圧倒的に多いですよね。なんで、そういったことも、現実として受け止められている内山さんから、次の宇宙飛行士選抜試験に目指そうという人へのメッセージをできればお願いします。そうですね。僕はもう前回すら受けてないんだけどね。なんかメッセージを出す資格があるのかどうかちょっと怪しいですけど、やっぱり挑戦したい、なりたいっていう思いがあるんであれば、やっぱり努力して、で、あれですよね、もう約束5年程度期って言ってたから、もうすぐですよね。そうですね。次多分2026年に多分何か公募が始まるぐらいですかね。もうすぐ始まらないと嘘つきって言っていいですよね。だから、やっぱもう皆さん準備はね、ちゃんと、やっぱり挑戦するからには本気で、なるつもりでやれること頑張って、挑戦し、チャレンジ、いいチャレンジをしてほしいですよね。で、ね、なれる可能性ゼロじゃない、受けるってことはゼロじゃないので、そこはやっぱり、あの、いい挑戦をしてほしいですし、その過程の中でいろんな方と出会えるので、それを楽しんでほしいなと思いますね。はい、わかりました。ぜひ、もう今これ聞いている人は多分震えてると思います。ちょっとじゃあ、有人宇宙開発にちょっと戻って、今、テクノロジーで話すと、もう AI とか、が発達してきていて、で、でも、有人宇宙開発は、宇宙全体もそうですけど、特に有人は、安全、人の命があるので安全第一になると思うんですけど、こういう新規技術だったり、新規テクノロジーが入る余地みたいなのはありますかね。ですね、宇宙船とか、ロケットも含めて、リソース制約っていうのはものすごく大きいので、そういうハードウェアに対して新規技術をバンバン入れられるかというと、それはノーなんですよね。やっぱり、例えば AI にしても電力だったり、その計算のリソースだったりっていうのを使うってことは、それだけ搭載しようと思ったら重くなっちゃうんですよね。だから、そこに乗っけるっていうのはなかなか難しいなと。で、絶対壊れちゃいけないですし、信頼性の高いものにしないといけないし、だから結構アナログなものが重宝されるみたいな世界もあるんですよね。で一方ででも地上でやれることっていっぱいあって、例えばデータ分析だったり、開発試験の時のデータを取得したり、でそれを分析したり、そういう何か不具合の予兆を AI を使って分析する。人間の目ではなかなかわからないんだけど、細かいデータっていうのを拾うことによって見逃さないっていうんですかね、おかしなデータとか、そういうところには使われたりするので、宇宙開発全体で言うと使われてるんだけど、いざ宇宙に行くものに搭載させるっていうのはなかなかハードルが高くて難しくて、結構、枯れた技術っていうのを使ってるっていう世界だったりしてます、ね。その傾向はやっぱ多分続くというか、打ち上げるっていう機会がそもそも、貴重であるがゆえに、一回打ち上がって成功したものの価値は、ここ地上で試験するもの、地上で、運用するものに比べて圧倒的になるとは思ってて、なので、なかなか、今までの技術を抜本的に変えるみたいなところのマインドセットやっぱないような気がするんですけれども、一方で、少しずつ、AI に限らず、手法を
取り入れていくっていうのは、必要なのかなっていうのは個人的には思ってて。なので、地上からまず始めるだったり、それが最終的に、これ、宇宙でも使えるよねっていう風なのが、ちゃんと分かれば使っていってはいいのかなっていうふうに思って、僕はそういう風な感じを持ってますね。もう感覚的にはなんかね、新しいものがあって、これ使えたらいいなっていうふうに思ったとしても、なかなかやっぱり宇宙でそれがちゃんと動くのかみたいなところを、データを取って、で、それが大丈夫だってお墨付きで採用して、で、これをじゃあそのシステムに乗っけて試験して、すごい長い道のりになっちゃって、あれ新しかったのにもう、古くなってるじゃんみたいな世界なんですよね。その採用を決めてから、決めた時点で最新だったとしても、実際に飛ぶ時には実は、もう古くなってるみたいな世界、ものすごく今地上のテクノロジーの進化って早いので、で、そこはなかなか宇宙にはもしかしたらあまりヒットしない部分っていうのもあるのかなと思ってるんですけど、ただ、例えばスペース X とかがやってるようなものって、実は、総合してすごいことやってるんだけど、一個一個のものって、最終的なシステムとしてすごいことを今までにないすごいことをやってるものの、一個一個見ていくと、実はこれまで積み上げてきたものの集合体なんですよね。でなんか特に新規技術を一部入れたりしてデータ取ったりっていうのはやってると思いますけど、結構ね、例えば、一段がまた帰ってくるっていうところも、それまで持ってた技術を、精度を高めてできるようにするっていうような世界ですし、この間のその、メカジラで、メカジラですね。あれも、結局そこに精度よく戻ってくるっていうところの延長にあるじゃないですか。はい、今まではもうちょっと安全なところに、海に下ろして、で、その後だんだん陸にしてって、で、今度はこの射程に返す。で、やっぱそこは全部繋がっていて、で、なんか奇抜なものをやってるように見えるんですけど、これって全部繋がってる技術なんですよ。これまでの実績ができたからこっちもできるんじゃないかっていうような発展性だったりするんで、そういう意味でそのトータルのシステムとして新しいことをやっていくっていうのが、ロケットとかそういう、インフラ系の技術では大事なことなのかなと思うんですよね。なるほど。スペース X はでもその速度が異常に速いんですかね。インテグレートして、で、試験をしてっていう繰り返しが異常に速いから、一個一個の技術は確かに今までに成熟してきたものであるけれども、それを洗練化させていって、システム一つとして組み上げるところまでが、圧倒的に速くて、最先端を行っているように見える。なるほど。そういう考え方したことなかったですよ、確かに。そうですね。ね、第一原理主義でちゃんとこれだったらできるはずだっていう確固たる信念がね、トップにあって、で、その指示のもとで動く。だからもう即決なんでしょうね。このやり方がいいのだろうかって延々議論しているのが日本だったりするんですけど、やっぱり民間の企業であって、トップの一声で計画を進められるっていう特性もあるし、で、それがちゃんとまとえてるというか、中の人に聞くと、ね、無理難題、それは絶対無理ですね。例えばスターシップか。スターシップ、最初は1段で、今そのロケット側と、2段になってるじゃないですか。あれ1個でできるはずだってずっと言ってたみたいなんですけど、さすがにそれは無理なんですっていうところで今の形に落ち着いたとか、そんな話もあるんですけど、やっぱすごい高めのボールを投げて、できるはずだっていう中で、やっぱりエンジニアとしっかりと議論して計画を進めてるっていう、その辺の舵取りはやっぱすごいんでしょうね。なるほど。そうか。スペース X はあれですよね。一番初め、3回ぐらいファルコンロケットかな、ファルコン失敗して、一番初めですよね。で、それで4回目失敗したらもう会社倒産っていうギリギリのところで、なんとか成功させて、そこから、なんていうんですかね、失敗がむしろ当たり前というか、なんていうんですかね、失敗することから学ぶ方がゆっくり開発するよりもいいだろうみたいなマインドセット。で、スターシップの打ち上げもライブで見てると、
日本人にはとても想像つかないような、スターシップが上で爆発したり、落ちてきて爆発して、エンジニアがうおーって喜んでるみたいな、この、なんですかね、文化の違いというか、この感覚っていうのはやっぱ、どんどん輸入されてくるものなんですかね。こういうマインドセットをもっと早くビルドして。影響はね、多分あると思いますね。影響はある。ただ、彼らはその失敗も織り込み済みの計画を立ててると思っていて、多分一番最初は、もう本当それどころじゃなかったと思いますけど、はい、スターシップなんかも、ある程度失敗は織り込み済みで、それなんだけど早く回してデータを取って次につなげるっていうサイクルをめちゃくちゃ回してる。で、その失敗するリスクなり、そこで失うものっていうのも全て織り込み済みに進めてると思うんですよね。だから、ああやってるんですけど、ああいう感じの、だから失敗が失敗じゃないんでしょうね。データ取れましたと。ある意味だから成功なんでしょうね。と捉えて進めている。でも結構ね、イーロンの顔見たら苦々しい時とかもね、ありますよね。そうですね。もうちょいいけたんじゃないかみたいなところも多分あるとは思うんですけど、でも、その失敗を恐れないという、必要以上に恐れないというか、それから得られるものっていうのがものすごく大きくて、それを次につなげるっていうマインドはものすごく、日本としても刺激を受けると思います。実際に次の HTBX だったり、月回りの有人宇宙開発で、そこに、HTBX だったり、あとは、スターシップもおそらく多分ランダーの一種の候補として上がってると思うんですけど、そういうスペース X とのやりとりみたいなのも、有人宇宙で開発してる中ではやっぱあったりしますか？その技術的な話だったりとか。あんまりないんで、あんまりはないんですね、直接的には。関係性はあるんですけど、彼ら、アメリカの中で、NASA からのオーダーを受けて、民間企業として、ドラゴンだったり、ロケットもそうですけど、で、HLS のヒューマンランディングシステムなんかも開発してるんで、彼らそれ企業の中の、企業の技術じゃないですか。だからそこはね、やっぱり開示されないんですよね。かなり難しくて。よっぽど例えばドラゴンに搭載される日本人宇宙飛行士の安全を守るためにここは確認させてくれっていうところ、そういう強い理由がないとなかなかやっぱり情報っていうのは開示されないっていう関係性にあるんで、なんか直接のラインっていうのはあんまりないんですよね。なるほど。やっぱそうなんですね。わかりました。興味は津々なんです。ただ彼らですごい情報出すじゃないですか。情報出すというかもうね、YouTube で。リアルタイムで出すので、そこからやっぱり専門家が見れば得られるものもすごい多いので、すごく着目してますし、実際ちょっと工場とか見せてもらったこともあるし、そうですね。日本人も行ってますしね。いや、今後、まだスペース X の、活躍が、快進撃っていうんですかね。すごく活躍していく。存在はやっぱり、突然変異みたいな感じですよね、人類における宇宙開発の突然変異みたいな形で。それに刺激を受けた多分周りの人たちもすごくレベルがアップするっていうね。そういう時代をもしかしたら、何十年か先取りしたかもしれないなっていう感じはしますよね。そうですね。確かに。そういった意味では、次の月面開発はやっぱ、ある意味根本的に、冷戦時代の月面開発とは異なるような気はするんですけど、当時に比べて、次の月面開発、どこが変わってると思いますか？例えば最初に、米ロで、人を、まずは物を宇宙に送る、そこから人を宇宙に送るっていうところの、宇宙開発競争があったじゃないですか。で、その時から今の ISS、持続的に低軌道拠点で、低軌道の宇宙ステーションで、米ロが協力をして、いろいろとミッションを行っているというような状況になる。それぐらいの違うのかな。だからアポロの時は
とにかくアメリカ人を月に送るっていうことをトップの命題にしてうん取り掛かったわけですよね。うんでそれはでも単発であって、その後月で何かしようっていうところではなくて、まずとにかくアメリカ人を月に送る。うんだからまあ途中で終わってしまったんですけど、今回は今度はそれを持続的に、月周回また月面にそういうベースを作って、でさらにその先の火星に行くための実験場にしようというところが、まあ、月探査っていうのももちろん目的としてあるんですけど、そういうテストベッド的な要素っていうのもあって、でそこを継続的に恒久的に使っていこうっていうために必要なものは何かっていうことなので、また全然作り出すものっていうのが違ってくるんですよね。ただ月に行くという一点だけではなくて、やっぱり月拠点、月周回拠点、あとは月面に持続的に活動を続けられるものを作るっていう、全くまた別の月開発っていうんですかね、うんそういうのを行おうとしているっていう違いがあるのかなと思ってます。うん。そうですよね。一回着陸して帰ってくるだけじゃなくて、それこそ、そこに人が常に居続けるのであれば、補給機だったり、資源を送って、で、まあ、常に通信を行う必要があって、そういうインフラ設備が必要になってくると。で持続性を考えたら、毎回毎回物資を輸送するってなると果てしないお金がかかってしまうので、じゃあ月面で、そういった燃料であったり、あとは、まあ建築とかもそうですかね。そういうのも月面で行えるようにする。そのために必要な道具だけを運んで、あとは月面でできるようにするとか、それじゃあロボットを使ってやるとか、最初敷設するときには人が行くとか、そういうようなことをもうトータルで考えていくっていうことなんだと思うんですよね。なるほど。ISS は、やっぱ国際的な協力でできたもので、まあ、ルナーゲートウェイも、国際協力のもとに、まあ、アルテミス計画自体が、国際協力をもとに、達成しましょうっていうふうなものだと思うんですけど、ここ最近は特に、アメリカのトランプ大統領が、まあ、アメリカ一番というか、アメリカ第一っていう風な戦略を打ち立てていて、少なからず宇宙開発、アルテミスを主導しているアメリカなので、影響あるかなっていうふうに思うんですけど、このあたりは、どういうふうに見ておられますか？まあ全然わかんないですよね。どうなるのかね。で、まあ個人的に思うのは、やっぱり宇宙開発もそうですし、まあ他のこともそうなんですけど、やっぱ世界のリーダーだったアメリカっていうのが、いやいやアメリカファーストだと、自分たちファーストだと言って、世界のリーダーを放棄するのであれば、それは世界の勢力図は変わりますよねっていう世界の中の、まあ宇宙開発のその一つなのかなっていう、まあ若干悲しくなります。だから NASA 頑張ってほしいなと思ってますけど、そこはでも正直どうなるのか本当にわかんないですね。で、我々のコントロール外なので、もう待つのみって感じがしてますけどね。なるほど。中国もやっぱり、まあ中国、ロシアの方も、彼ら自身で宇宙ステーション作ったりしてますし、中国は。で、月面探査だけで言うと、ジョーガ宇宙探査機が月面の裏側まで行って、サンプルリターンしてるっていうところで、まあそれはもう世界で初めてのことだと思うんですけど、内山さんとしては、やっぱそっちの宇宙開発も気にしたりしてるというか、注目したりしてるところありますか？そうですね。情報としては、欲しいので、いろいろ、まあ、オープンにされている範囲の中では、情報収集なんかはしたりしますけど、なかなかやっぱね、ダイレクトのチャンネルっていうのがないですよね。中国、ロシアになるとね。なかなか難しいので、オープンになっている情報からどれだけ考察できるかみたいな世界の中ですけどね。そうですよね。すごく人口が多いので多分、マンパワーがすごくて。あれもやっぱすごいと思いますよ。着実にやってますよね。本当に、日本ってなんかついついね、技術的にはこうやった方がいいのに、それを効率的に進めるためになんかスキップさせたりとか、いろいろ
工夫を凝らしがちなんですけど、彼らはしっかりと技術の積み上げっていうのを長い年月お金もかけてやってるなっていう印象ですよね。うん。そうしっかりやってる。うん。そういう号令がかかって、もうそういうふうに一段一段うん。やっていこうっていうふうな長い目を見た指導者というか、まあ、長がいるから、まあそういうふうな計画になって、ちゃんといるし、で、必要だといえばそれは国が進める政策なので、必要なリソースを投入するっていうのがしっかりしてるんだと思いますね。なるほど。うんじゃあ人間がちょっと飛躍した話になりますけど、人間がこう、月だったり、火星だったり、まあ、他の、まあ、惑星もしくは星に、え居住区を伸ばしていく、広げていく。ただ一方で、私たちの地球上です。ものすごいたくさん社会的な問題が発生していて、まあこれを解決できたとは思ってないんです。全然誰も多分思ってないと思うんですけど、やっぱり宇宙に出ていって月の月面に着いたとしても、こういう問題って出てくると思いますか？それともこう、やっぱり人間的に人間力のある人たちがフロンティアに行って、で、全く違うコミュニティを作ることで、そういう今僕たちが地球上で見てるような格差だったり、まあ、もしくはある意味戦争だったり、まあ、武力を持った戦争だったり、っていうのが、まあ、どうしてもなくならないものなのかなっていうのがちょっと気になってて、内山さんはそこはどう思いますか？そうですね。あんまり考えたことなかったんですけど、やっぱりさ、なんだろうな。宇宙ステーションって協力してやってるんですね。ロシアとアメリカがね、一緒にそこで協力して宇宙開発やってるっていうのはすごいことだなと思いますけど、うん。あの、そういうことができるのが宇宙開発だったりすると思うんですよね。ただ、それが、それだけこう、いろんな国々が、協力しないとできないっていう状態であれば、そうなんですけど、どこもできるようになって、今度それぞれが主張し始めたっていう世界になってくると、また同じように、地上と同じような状況の縄張り争いだったり、技術のね、優劣だったり、まあ、要はその脅威としての、なんだろうな、まあ、核みたいなのと同じような感じですね。この技術持ってるから、そこの国の発言力が上がるみたいなものの要素っていうのがすごく強く出てきちゃう状態になるんだと思うんですよね。そうですよね。今、まさになんかその方向に行こうとしているような気もしてて、まあ、アメリカ率いる西側と、あと、ソ連、中国。で、別々で、そういう、能力を持とうとしているので、それこそ今月面に行くのは、ある種、なんていうんですかね、もう、まあ、宇宙条約では、国は月の、まあ、宇宙空間の天体の、資源を保有してはならないというふうになってるとは思うんですけど、実際には、やっぱこう、民間の枠組みで開発して、で、そこに先に行ってしまったもの勝ちみたいなところで、覇権争いになってきてしまっているのかなっていうのを考えると、もうすでにそういう兆候見え始めているのかもしれない。いや、そうですよ。やっぱり、ね、今ちょっと、あの、トランプ政権になって変わりましたけど、その前まではね、もうとにかくアメリカは対中国、対中国って言ってて、で、その中には、月にどちらが先に人を再び送るかっていうところが実はレースになってたりみたいなところもありましたよね。だから、どうしてもそういうところがね、出てきてしまうので、やっぱそれを結束するためには、やっぱちょっとね、宇宙人がね、地球攻めてきて、みんなで協力して戦わないと地球を守れないみたいな、もうこれ手を組むしかないみたいな、そういう状態になればまた一致団結するんですけど、競争みたいな感じのが始まっちゃうとまたね、同じようなことに、まあなり得る世界かなと思います、なるほど。前回ちょっと
前回のエピソードで、小惑星が衝突する可能性があるっていう、話をゲストの方としたんですけれども、そういう地球の危機みたいなのが突然訪れて、突然じゃないにしても、現実味のあるものが訪れて、これは協力しないとやばいみたいなところになったら、協力するとは目に見えるんですけど、そういう協力しないと助からないみたいな状況がない限り、なんか競争がどうしても生まれて、競争というか、競争の上の衝突みたいなことが発生してくるのが、なんか人間の差がのような気がして、すごく今のところ残念な結末が待っているような。でも宇宙開発はそういうポテンシャルがあるツールではあるとは思うんですよね。協力してやっていこうっていうね。例えばだから月回りもそうだし、その後の火星とかも、そういう方向になってくるとね、いいなと思いますけどね。地球の資源を使って、極端な例で言うと、ね、地球がもし住めなくなった時に、他の惑星に住めるようにする種を残すっていうための、手段を持っておくっていうことに対してみんながこう協力できる。そこの分野に関しては協力できるみたいな関係性があれば、またちょっと、全体の関係性も変わってくる可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。でちょっとだけここから、こういう形式でやってみたいっていうのがあって、今ちょうど、地球外に種を残していく、ある意味有人開発をどんどん推し進めるような話が出てきた中で、ちょっと僕が立ち位置として、有人開発やる意味あるんだろうかみたいな立ち位置で、質問させていただきます。なんで、それに、僕を説得するような形で。それはね、あれですよ。無駄な議論なんだと思ってて、無駄な議論だと思ってるんですよね。っていうのは、今まで人類が好奇心によって活動範囲を広げてきた先に、宇宙があるのかなと思っていて、で、それは、いつかはやるんですよ。今、これからまた再び月に行こうとしてるように、いつかはやるんですよ。ただそれをいつやりますかっていうのと、どういうペースでやりますかっていう世界だと思ってて、有人反対派、無人がやるべきとか、あともしくは宇宙開発なんかそもそもやるべきでないっていうわけじゃなくて、それはやっぱり未来への先行投資として一定割合、その時に許される未来への投資っていう範囲の中でやっていく世界で、で、いつまでにやらなきゃいけないっていうのが特にないので、そこは、ペースであったり、いつそれを実現させるっていうのは決まってないんですけど、でもいずれやっていくことなんだと思ってるんですけどね。やっぱり、人の命をかけても有人開発を進めていくべき、一定割合進めていくべきっていうことになるんですかね。結構リスクとか、友人ならではのリスクっていうのはあるとは思うんですけども、そういった意味では、なんていうんですかね、今まさに人間の代わりになるかもしれない能力を持ったロボットだったり、AI っていうのも出てきていて、で、そういうのを使うと、ある意味知的好奇心を満たすっていう目的、それだけではないと思うんですけど、であれば、そういったものを送ってっていうのも可能性としてはあるような気もするんですけど。それは全く排他的なものではなくて、ハイブリッドでやればいいんだと思ってて、やっぱり生身の人間が行くことによって、要はそこで生活できる基盤ができるかどうかだと思うので、それをもし本当に人が行かないでも最終的に人が行こうと思ったら必ずどっかで行くわけなので、やっぱりそういう意味ではゼロにはならないんだろうな。それをもしかしたらうまいことやって1対9ぐらいでやるのが一番犠牲も少なく効率的にできるっていうようなことはあり得るのかもしれないんですけど、いずれやっぱり人が行く。それ人が行くときに当然安全
であることっていうのを確認した上で、その時の技術レベルの最大限の努力をするわけですよね。で、地球にいても危ないこといっぱいあるじゃないですか。あります。ね、道歩いてて車が突っ込んできてなんていうこともあるわけで、車自体がものすごい危ないものだと思ってるんですけど、最近すごくやっぱりリスクに対していろいろと考えることがあるんですけど、飛行機よりもね、車とかあと道を歩いてる方がよっぽど飛行機乗るより危ないよなってそうですよ思っね。たりっていう中に、我々でまあ便利だからそれは社会実装されて受け入れられてるわけじゃないですか。で、なんか人間の方がよっぽど危ないのに自動運転がまた危ないとか事故起こしたらなんだって言ってるんですけど、本当にじゃあ人間より自動運転危ないんですかっていう中でやっぱ比べないといけないんだろうなと思いますし、やっぱテクノロジーを社会に実装すると、やっぱ一定その非安全な状態っていうのは過渡的にあるわけですよね。でもそれがあるから、じゃあそれやっちゃダメだっていうことを人間これまでやってきてないわけですよね。うん。やっぱり便利だからだし、必要だからやっていく。で、一定の割合を許容して社会に実装していく。でももちろん事故が起きたらそれが起きないように努力して、そういったような方策を取るしっていうことをこう繰り返しやってると。それは全然宇宙の分野だけじゃないなとは思ってて。ただ宇宙だとやっぱりリスクの程度がちょっと大きいので、そこがちょっとフォーカスされがちで、使ってるお金もちょっと巨額なので、はい。あるんですけども、そこの大小はあれどやってることは一緒だなと思ってますけどね。なので、無人の開発を利用して、そういうテクノロジーをマチュアに、成熟させていって、それを最終的に友人だったり、人間が別の惑星だったり別の星に行くっていうのを実現するための手助けとして、初めはリスクがあったりするけれども、その徐々に使っていくっていうようなことですかね。無人の技術も使えばいいし、うまく組み合わせてやっていけばいいし。なるほど。ここで前提をある意味ちょっと覆すような質問をするかもしれないんですけど、なんですか、生身の人間が火星であれば多分いけると思うんですけど、別の星に行くってなると、相当リスクというか、そこの次元になってくると、いや、それもしかすると、例えばですけど、すごい今これサイファイの話を、すごい架空の話をしますけど、例えばデータを、何かに格納して、それを送って、しまう。向こうで、人間の生身を生成しなくても、向こうで、意識だけっていうんですかね。意識だけ送ってしまって、センサーとか適当につないで、意識だけを保たせるみたいなことができれば、人間の生身の人間を送らなくても良くなってしまうんじゃないかっていうこともちょっと思ったりしてて。何のために宇宙に行くかですよね。体験をしたいっていう意味ですかね。その場合は、まず、その技術を手に入れることによって、人間が生身じゃなくても生きていけるってことが分かると、そうすると、なんかまた新たな扉が開くというか、そういう可能性が出てくると、そういう世界も、悪くはないなっていうような気もするんですね。なんかそうね。あれですよね。結局、今は、人間はいつかは死ぬというか、100年とかその手前とかで死んで、その人の意識なり、その人が、それまで経験したことがゼロになる、無に帰っちゃうっていうところ、そこをなんか打破するような。そうですね。人間の。そうすると、ものすごいいろんなことが発展するんでしょうね。結局、超天才な人でも必ずいつかは死んでしまうんだけど、それが生き続けていろんなものを新たなものを作り続けられるっていうんですかね。そこで能力っていうのが劣化しなければ、すごいことになりそうな気はするけど。そうですね。どうなんだろう。そうですね。不老不死の話も入ってきちゃってますね。どうなるんだろう。なので逆に言うと、どうなんですかね。もし、
そうか、不老不死になった段階ではもう、なんか有人無人とかいう話じゃなくなってくるかもしれないですね。そうすると。そうですね。なんかどこでも生きれるとこですかね。どうなんですかね。生きてるってなんだろうみたいなね。そういう哲学的な話になります。疑問になってくる。うんそうすると、そうか。そうですね。やっぱ、AI とか使って、行ったとしても、AI とか使って向こうに送って、それを活用したとしても、人間が、その、恩恵を受けられるかどうかっていうのは、僕たちがそもそも、この体に縛られてるかどうかっていうのに結構、由来するものがあるのかな。なんかそういうような気がしてきました。そうですね。だから、別に生きるのに地球が必要じゃないような世界であれば、もうなんか地球も宇宙も関係ないというか、いう状態になっちゃうので、やっぱり今の人間の生命が、生きていけるような状況を地球以外の場所に、持つ必要性がなければ、すごくハッピーなんでしょうけど、もしそれで地球が滅びてしまったら人類が滅びてしまうっていう状況じゃない世界っていうのが、できるかもしれないっていうのは、イーロン・マスクが言ってるようなことですよね。マルチプラネタリーみたいな、そんなことが本当に、できるのかっていうのはあるんですけど、それができるようにしておくっていうのは一種の保険にはなるんですかね、種の保存に対する。っていう考え方もあるかなとは思います。そうですね。ちょっと最後、哲学的で、ぜひまたこういった話をいろいろさせていただきたいんですけれども、はい、今日はいろいろとすごい深いお話ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。